もうインタビューね、僕本当にね、この1週間ぐらい宮崎駿のインタビューを散々読んできて思ったのが、そんなの手塚治虫だっていう宮崎駿の決め台詞があるんですね。これはもう手塚治虫を仮想的と決めていた宮崎駿だから出てくるセリフなんですけども、誰かがそれをこうしないんですかっていうふうに言ったら、そんなのは手塚治虫だからが考えそうだからやらないっていうふうに答えるんですよ。別に手塚治虫そんなこと考えないんですよ。例えば僕一番好きな話でですね、風の谷のナウシカでラストシーンどうするかと。今僕らが知っているナウシカが立ってて、オウムが走ってきて、ナウシカがドーンと跳ねられて死んじゃって、その後の青き衣をまといで復活すると。あれがラストシーンなんですけども、宮崎駿には他にもいくつもアイデアがあったと。でどんなのかっていうと、例えば、ナウシカが跳ねられて死んでしまう。その後、オウムはナウシカだけを連れて深海に帰っていくというアイデアがあったんです。何かっていうと、その後ナウシカは、オウムの力によって生き返るかもしれない。でももう人間の世界には帰らない。そして、オウムたちも人間を見捨てて、森の中へ帰ってしまった。残された人間は、オウムが来なければ希望があると思ったんだけど、本当の希望はナウシカだったんだと。希望を失ってしまった人間はどうするんだろうっていう話も考えたそうなんですね。でそれを話してたら、この高畑勲がですね、それでいいじゃないかと言ったら宮崎駿が、いや、それをすると手塚治虫になりますっていうふうに言って、いや、それ割といいと思うんだけど、なぜか宮崎駿の中では、割と最初に思いついたアイデアは手塚治虫っぽいからダメ。で、もう一つ思いついてた宮崎駿が思いついたアイデアが、オウムが成虫になるってアイデアなんですね。実はオウムはあれ幼虫だったと。芋虫ですか。あれ巨大な幼虫で、ナウシカとのラストシーンで、オウムの背中がバキバキバキッと割れたら、巨大な羽が生えてきて、そのまま宇宙へ飛び立ってしまう。人類はオウムに滅ぼされなかったんだけども、オウムは地球を見捨ててよその星へ旅立ってしまった。地球は今、神様がいない世界というのと同じように、つまり、五道を待ちながらですよね。神がいない世界として地球というのが見捨てられた土地として、エデンの東として残されるって話。で、これね、カットのインタビューで言ってるんですよ。で、カットのインタビュアーが、それいいじゃないですかって、そんなのは宮崎駿さん、それは手塚治虫だからダメに決まってますっていうふうに言うと。このようにですね、そんなの手塚治虫っていう部分ではなくて、ポイントは、宮崎駿は、そんじょそこらのアイデアでは納得しないんですね。本当にアイデアを自分の中で50も60も出して、それの 99% ボツにして、これしかないっていうのを絞り取るまで絞ると。で、そのためには絵的にかっこいいとか、その方がウケるっていうのを徹底的に排除する人なんですね。安直っていうのを何よりも嫌う人なんですよ。だからさ、で、ではね、また。バイバイ。